はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日は先日行ってきた海中のコーヒーの展示会で手に入れたドリッパーについての、レビューをしてみたいと思います。ついに手に入れたと言っても過言ではないんですけども、このドリッパーの購入経緯を説明させてもらうんですけども、僕がコーヒーの勉強をし始めた時に、コーヒーの先生も使ってて気にはなってた商品なんですね。でもそのコーヒーを始めたばかりの時の僕からしてみると少し値段がいい値段するかなと思っててずっと買ってなかったんですね。コーヒーの展示会に行った時にハリオさんの新しいドリッパーが結構かっこよくて理にかなっているというか空気の抜けも良さそうだし流れもいいんじゃないかなと思ってそれを目的に行ったんだけども完売しててで回ってたらこのドリッパーがあってそういえばこれも欲しかったんだということでお買いしました。はい、それでは、ここから華道の M1 ドリッパーについて詳しく説明していきます。このドリッパーは台湾のコーヒーショップ華道が開発したもので、台湾のコーヒー文化に対する情熱と日本の長崎県の伝統工芸ハサミ焼きの技術が融合して生まれたとてもユニークなドリッパーです。この設計によりコーヒーの粉がしっかり膨らみ、香りや味をより豊かに引き出してくれます。注意すべきポイントはこの32本のリブです。一般的なドリッパーにはリブとリブの間が広くてペーパーがベタッと張り付いてしまいお湯の流れが悪くなることがあります。しかし華道のドリッパーはリブの間隔が非常に狭くしかも溝がしっかりと深い。そのためフィルターが密着しすぎずお湯がスムーズに流れるように設計されています。さらに面白いのが下の方に行くほど溝が浅くなる構造です。これは上の深めの溝は排水を良くするため下の浅い溝はお湯の流れを適度にコントロールする役割を持っています。つまりスムーズなお湯の流れとしっかりと味を乗せるコントロール、この両方を同時に実現しているというわけです。さらにこのドリッパーは長崎県波佐見町で作られた波佐見焼によって仕上げられています。波佐見焼は400年以上の歴史を持つ日本の伝統陶器で美しい白磁と日常使いに適した丈夫さが特徴です。もともと庶民のために器作りからスタートしていて実用性と美しさのバランスを大切にしてきました。華道のドリッパーにもまさにその精神が宿っています。繊細でありながらしっかりとした作り、手仕事の温かみや焼き物らしい質感も魅力の一つです。道具としての機能性とクラフトの美しさの両方が楽しめる、そんな一品だと心から思います。はい、それからここからはお家でコーヒーを始めたいという初心者の方に向けて華道のドリッパーがなぜおすすめできるかを見ていきたいと思います。細口ケトルがなくても使いやすい。まずドリップでよく言われるのが細口ケトルがないと難しいんじゃないかということ。でも華道のドリッパーは下のリブが浅くなる構造になっていてドリッパーの形状が自然とお湯の流れを整えてくれる。つまりケトルの水流が多少ぶれても味が極端に崩れにくい設計なんです。実際に細口じゃないケトルで入れてみても十分美味しく仕上がっています。これから道具を揃えようと思っている人にぜひ伝えたいことがあります。それは最初から少しいいものを選ぶことで結果的に無駄な買い物が減るということ。安い道具から始めて後でグレードアップという流れもよくありますが実際には買い直しになってしまうことも多いです。華道のドリッパーのように見た目、質感、使いやすさ、味わいの全てが揃っている道具なら一度の購入でずっと満足できるんです。そういう意味でも初心者の方こそ長く使える、頼れる道具を選ぶことが大切だと思います。カタカナで華道と書いているのは日本人からしてみるとちょっとダサいかなと思う人もいるかもしれませんね。華道のドリッパーは見た目の美しさだけではなく初心者の方でも美味しいコーヒーが入れやすいようにしっかり考えられて作られています。ケトルや技術がまだ揃ってなくてもドリッパー自体がコーヒーの流れを手助けしてくれる。そして最初からこういった初めてでも扱いやすい満足度の高い道具を選ぶことで無駄なくコーヒーを楽しく続けられるのも大きなポイントです。これからおうちコーヒーを始めたいという方にもとてもおすすめできるドリッパーだと思います。はい、それではまとめていきたいと思います。本日は華道さんのドリッパーのレビューをさせてもらいました。ドリッパーの違いで味というのは変わります。ハリオさんの V6 というの
ーは比較的安価で手に入りやすいのでおすすめではあるんですけども、注ぎ方によって味の変化というのができやすいドリッパーではあるので、それに比べるとこの加藤さんのやつは設計上ある程度コントロールしてくれるので、初心者にも扱いやすい部類にはなっています。もう一つ初心者におすすめしたい理由としては、初めから少しいいものを買った方が後々後悔がなくなるので、これからもう一度ドリッパーを始めるという方にもとてもおすすめな商品ではあります。ただ普通の V60 のドリッパーに比べるとだいぶ高いです。6倍ぐらいの値段の差があるので、ステップアップとしてまず V60 からスタートっていうのもありではあります。僕はステップを踏みましたけど。こんな感じでね、今日はしたいと思います。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただけますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。